どう考えても高すぎるだろう。これから卸値は半額に下げろ。大手回転寿司チェーンとの契約更改の席で、新任の担当者が無茶苦茶な要求をしてきた。俺は社長の息子だぞ。次期社長の俺には逆らわない方が身のためだと思うけどね。そんな脅し文句でこちらの足元を見てくる。一家で養殖漁業を始め、まだまだ生活が苦しかった頃から取引をしてくれた相手なので、これまで安価で卸していたのだが、それに対する感謝の気持ちはみじんもないらしい。そこまでおっしゃるのでしたら、契約は打ち切りでいいです。俺はこれ幸いと契約打ち切りを宣言する。下請けの強がりと嘲笑う彼だったが、後日思わぬ展開に慌てふためくことになったのだった。俺の名前は小田切徹。両親と共に養殖漁業を営んでいる。今はまだ父のもとで修行中の身だが、近い将来にはその後を継ぐつもりだ。養殖は天候や海水温、魚の動きなどに左右されず安定した量と、それから一定以上の質を確保できる。だが、その代わり生育には人一倍手間暇がかかり、気の抜けない仕事でもあった。養殖を始めたのは祖父で、そしてその後を継ぎ、父が安定した出荷先を確保し、軌道に乗せた。周囲には、うちの後を追って養殖に取り組み始めた家もあり、そのため小田切家は地域のまとめ役のようなことも担っている。だが最近は父も高齢で体が思うように動かないらしく、俺が中心となって仕事をすることも増えてきていた。父の体が動くうちに一つでも多くのことを学んでおきたいと、俺は毎日目の前の仕事に誠実に向き合っている。そろそろ契約更改の時期だな。ああ、そうだね。もうそんな時期か。壁にかけられたカレンダーを眺め、つぶやいた父の隣に並んでうなずく。取引先の一つである大手回転寿司チェーンとの契約の更改時期が近づいていた。チェーンははっきり言って単価が安く大きな儲けにはならない。だが同時に必ず一定量を仕入れてくれる大口の取引先でもある。近隣の漁家の多くもそのチェーンと契約を交わしていた。俺としてはできれば卸値を上げてもらいたいと思っている。だがそのチェーンはまだうちの養殖の仕事が安定する前に父が売り込みをかけて開拓した取引先の一つであった。まずはうちの育てた魚の良さをより多くの人に知ってもらいたいという父の願いから契約を交わしたことを、もちろん息子の俺も知っている。だから卸値に関して俺は父に何も言ったことはない。さて、契約の公開のためにはチェーンの本社に赴かなくてはいけないのだが、本社はうちから結構な遠距離に立っている。遠出が辛くなっている父の姿を知っているだけに、どうするかと思っていた矢先、当の父から俺は代行を頼まれたのだった。向こうの担当者にはお前も会ったことがあるだろう？あの人ならそんな無茶なことは言ってこないと思う。それにこういうことも大事な仕事のうちだからな。確かにこちらを訪れる会社の担当者は気のいい人で、俺は何度か顔を合わせ、世間話程度の会話も交わしたことはあった。契約の公開という場に当事者として立ち会ったことはないが、いずれ後を継ぐのなら、父の言葉通り、こういうことにも慣れていかなければならない。そうだよな。わかった。俺が代わりに行ってくるよ。頼んだぞ。そう笑って背中を押してくれた父だったが、さすがに俺一人で行かせるのはどうかと思ったらしく、今回は母も同行してくれることとなった。
そして俺と母は車で2時間ほどの距離にあるチェーンの本社へと赴いた。遅いわね。通された応接室で母はそう言って手持ち無沙汰な様子で目の前のお茶を手に取る。俺も無言でうなずいて湯飲みに手を伸ばすが、30分前に出されたそれはもうすっかり冷めてしまっていた。約束の時間は事前に伝えてあったはずだが、何かあったのだろうか。母と言葉少なに待ち続けることさらに10分。ようやく応接室に人が入ってくる。だが、現れたのはいつもの担当者ではなく、どことなく顔つきから横柄さが伝わってくるような初対面の男性であった。へえ、おたくらが小田切さん。そう言って男は時間に遅れたことを謝りもせず、じろじろとぶしつけな視線を俺たちに送ってくる。俺は和歌山。はい、これ名刺。さらに彼は何とも適当な感じで名乗り、また取り出した名刺もいかにもめんどくさそうな手つきでテーブルに投げ出すものだから、俺は思わず母と顔を見合わせてしまった。母が首をかしげながら口を開く。いつもの担当の方は？すると、和歌山さんは母を小馬鹿にしたように一別し、肩をすくめた。ああ、そっか。おたくらは知らなかったか。最近担当が俺に変わったんですよ。これでも俺、食材仕入れの責任者なもんだから、もうこれが忙しくて。仕事ができると周りに頼られて大変なんだよね。聞かれてもいないことを自慢げに人語りすると、和歌山さんは持っていた資料を取り出し、俺たちの目の前にそれを投げつけた。お宅との契約更改の件だけど。じろっと彼が俺たちを睨みつける。その乱暴な言動に俺たちが驚くのを尻目に、和歌山さんは神経質そうな自身の眉をキリキリと吊り上げて、高圧的に口を開く。今までのお宅との契約を確認したけど、こんなのどう考えても高すぎるだろう。信じられないよ。こんな取引が今までまかり通ってたなんて。大げさにため息をついてそう言った彼は、俺たちをさらに怖い顔で睨みながら続けた。いいか、今回の契約からは、卸値は今の半額にするからな。半額？そんな！むちゃくちゃなことを言い出した相手に、俺は呆然としてしまう。横では母がすっかり言葉をなくした様子で固まっていた。ちょっと待ってください。いきなりそんなこと。そもそも、養殖は想像以上に手間とコストがかかるんです。現時点でも原価ギリギリの契約なのに。それに、うちの魚の質はそちらも知っての通り。うるさいなぁ。だが、俺の言い分は和歌山さんの一言によってあっけなく遮られてしまう。彼は煩わしそうに眉を寄せると、あからさまにこちらを見下した態度でふんと鼻を鳴らした。それを言うなら、お宅も知っての通り、うちは大手のチェーンなわけ。海外にも何軒も店舗を出しているし、その分知名度もあるから、うちと契約したいって取引先は引きも切らないんだよ。言いながらバンと机を叩かれ、横に座る母がその音にびくりと肩を揺らす。横暴なその態度に、俺はすっかり反感を持ったが、相手はそれに気づいていないのか、それとも気づいていてもわざとそうしているのか、
こちらの様子には構わず、自身の意見をとうとうと語り続けている。それを、うちの社長がお宅の魚を気に入っているからって、そのたった一点だけでお宅とは契約を続けているんだよ。そのこと、お宅らは分かってないみたいだけどね。そう言って、若山さんは再び大きなため息をつき言い放った。とにかく、今までの価格では契約続行しないから。それに、と不意に彼は、にやっと口の端をつり上げ、俺を見合ってくる。あとさ、実は俺、社長の息子なんだよね。いずれこの会社も俺のものってわけ。だからさ。そうして若山さんはずいっと俺に顔を近づけ、声を潜めながら言った。おたくも俺に逆らわない方が身のためだと思うよ。なんたって俺、未来の社長なんだし。おたくらみたいな相手、ひとひねりで潰せるんだからさ。ああ、誤解しないでくれよ。これは親切で言ってるんだ。俺は思わずギリッと自身の唇を噛んだ。何が親切だ。こんなの脅し以外の何者でもないじゃないか。俺は悔しさで胸が潰れそうだった。そして横で黙っている母は今にも倒れそうな青ざめた顔で何かを必死で耐えるようにしてその手をぎゅっと握りしめている。俺の視線に気づき母が痛々しげにこわばった笑顔を向けてきた。母だって父と一緒に家業を大きくするために頑張ってきた身だ。言いたいことはいっぱいあるのだろう。だがここで自分が何か言えば息子の邪魔になるのではないかと、そう気を回して黙っているに違いなかった。そんな母の様子、また共に切磋琢磨してくれている近隣の漁家。何より俺を信じて自身の代わりにと送り出してくれた父の顔が順に思い浮かび、俺はぐっと腹に力を入れた。そこまでおっしゃるのでしたら、契約は打ち切りでいいです。俺の言葉に母が戸惑うように顔を上げた。てっきり俺たちが折れるとばかり思っていたのか、こちらの返事に驚いていたのは若山さんも同じだった。だがそれもつかの間、彼は底意地の悪い顔で思い切り頬を歪ませる。おいおい、おたくら路頭に迷うことになるぞ。相手の強がっている様子が楽しくて仕方ないとばかり、若山さんはニタニタと笑っている。結局、彼はこちらを対等な取引相手としては見ていないということが、その表情からも伝わってくる。そんな相手には、これ以上何を言っても無駄だ。俺は無言で立ち上がると、母の手を引き、その場を後にしたのだった。その後、俺たちは家に戻り、待っていた父に事の顛末を隠さず話した。せっかく父さんが開拓した取引先、勝手に契約を切ってごめん。あの場で相手に従わなかったことに後悔はないが、それでも俺が父の了承を得ずことを進めてしまったのは事実だ。だが頭を下げる俺の肩を父はなだめるように軽く叩いて言った。いいんだよ。うちの後を継ぐお前が決めたことだ。わしはお前の選択を尊重する。父さん、あなた。母がうすら涙ぐんで、うん、
とうなずいている。そんな二人を目の前にして、俺はこれから自身の仕事へよりがむしゃらに一生懸命取り組んでいこうと決意したのだった。さて、それから数ヶ月が経ったある日のこと、すっかり縁が切れたとばかり思っていた例の回転寿司チェーンから若山さんともう一人、執行役員の男性が突然、我が家を訪ねてきたのである。ちなみに執行役員の男性は村井さんといって、これまでうちの仕入れ担当だった人物だ。きっちりスーツを着込みながらも、見るからに顔色の悪い二人に戸惑いながら、とりあえず家の中へと入ってもらう。すると、玄関に足を踏み入れるや否や、うちの担当でもあった村井さんが、俺たち家族に頭を下げてきたのだ。小田切さんたちには、本当に迷惑をかけてしまった。特に徹くん、君には弊社の若山が随分と失礼な口を聞いたそうで。すまなかった、と深々と謝罪する彼の横では、あの時の意地の悪さと勢いはどこへやら、青ざめた顔をしてすっかりおとなしくなった若山さんが小刻みに震えながら同じように頭を下げている。聞けば契約更改での若山さんのめちゃくちゃな要求は社長である父に自分を認めさせるための実績作りとして彼が勝手に行ったことだという。社長は現在持病の悪化で入院しているため直接謝罪には来られなかったが、うちとの契約が打ち切りとなり、それをとても気にしているとのこと。また、うちさえ良ければ再度契約を交わしてほしいとのことだった。必死でどうにかならないかと言い募る村井さん。俺は困惑し、ちらっと父を見やる。すると父は、お前の好きなようにしろ、とばかりゆっくりとうなずいてくれた。だから俺は一つ深呼吸をして、それから彼らに言い聞かせるように口を開く。申し訳ありませんが、それはできません。あれからうちも新たな契約先を見つけまして、そちらへ優先的に魚をおろすこととなりました。ですから、あなたたちと再契約する理由も、供給する魚も、うちにはないんです。これは嘘ではない。実は、俺たちのもとには、かねてより彼らのライバル会社からの取引の誘いがあったのだ。それでも、父の代からの付き合いだからと、今までは優先的に彼らの会社との取引を続けていた。だが、こんなことになり、付き合いを通す義理もなくなったため、俺たちはそちらの会社と新たに契約を結んだのである。それも、なんと取引額は今までの3倍。こんなにもらってもいいのかと驚愕してしまった俺たちに、この魚の質であれば、これくらいが適正価格ですよ、と担当者は太鼓判を押してくれ、今後の取引次第では、その都度価格を上乗せするとまで約束された。だがその時、俺の意志が固いと見たのか、若山さんが突如、その場で土下座をしたのである。ちょっと、若山さん。慌てて頭を上げさせようとする俺の手を、堅くなに振りほどき、彼は切々と訴え始める。後、こちらの地域一帯の漁家から、弊社は一斉に契約を切られました。今は別の仕入れ先を頼っていますが、質が落ちたとの悪評が広がるばかりで、どうかこの通り助けてくれませんか。俺はとうとう困りきってガリガリと自身の頭をかく。そう、彼の言ったこともまた事実である。小田切家は昔から地域のまとめ役でもあったため、近隣の漁家も
小田切家の動向に倣って契約の内容を決めることが多かった。そして、俺と母が受けた仕打ちについては、瞬く間に近隣へと広まることになったのである。結果、怒った彼らはこぞって取引先をライバル会社へと乗り換えることとなった。実は俺は父の後を継ぐと決めた際、小田切家が地域のまとめ役であるという意味を父からよくよく言い含められていたのだ。小田切家の選択は個人の家の問題ではとどまらなくなる。だから小田切の家の者は取引先となる相手のことをよく見定めなければいけないのだと。そうして俺はあの一件で自身を馬鹿にされたこと以上に、今までうちをはじめ地域一帯の漁家たちと会社が築き上げてきたはずの信頼関係が残念ながら崩れてしまったとそう判断した。先に俺たちの信頼を裏切ったのはそちらでしょう。残念ですが、そちらと再契約を結ぶことは今後もありませんので。俺の言葉に土下座をしている若山さんがその身を地面にこすりつけるようにしながら叫ぶ。そこをなんとかと、こうして頼んでいるんだ。なんだ、おろしねか？わかった。今度からはそっちの言い値でなんとかしよう。だから、どうか。玄関先に涙に濡れた彼のかすれ声が響いた。その姿に哀れみを覚えないではなかったけれど、それでも俺は一時の感情で大事な契約をどうこうするつもりはなかった。そもそもこうなる原因を作ったのは若山さんの方だ。彼の傲慢さと請求さが今回の件を招いたのである。それに彼らの会社には大切に育てた魚を今まで随分と買い叩かれていたのだというその悔しさもあった。もちろん今まで俺たちがそのことに対して何も言わなかったことも悪いと思う。だが差し出された信頼や誠実に同じ立場で返そうとしない相手にはそれ相応の罰が必要だろう。俺は若山さんに立つように促し、それからきっぱりと言い返す。これ以上のお話はお互いに時間の無駄です。お引き取りください。静かな、けれど決然とした俺の態度に先に観念したのは村井さんの方だった。彼は無言で今一度俺たちへ頭を下げると、取り乱す若山さんを連れて自分たちの車へと戻っていったのである。それからしばらく、あれから俺は仲間の漁家から若山さんが今回の責任を取らされて懲戒解雇処分を受けたことを聞いた。それも会社からはその身勝手な行いで莫大な損害を与えたとして損害賠償を請求されているらしい。またチェーン自体も食材の質の低下により業績不振が続いているという。一方、俺はといえば、この度正式に父から家業を受け継ぎ、現場の第一線で活躍することとなった。これからますます忙しくなりそうであるが、それでも目の前の仕事にはいつだって誠実に向き合っていたいと、俺は一層気を引き締めるのであった。